皆さんこんにちは。クラウドクラスルームオンラインスクールへようこそ。皆さん、日本語には敬語があることを知っていますよね。私が今話しているのが敬語です。では、友達とはどんな風に話しますか？今日は敬語じゃない日本語の話し方を勉強しましょう。お昼もう食べた？まだ食べてない。じゃあ一緒に食べない？いいね。どこ行く？ことやはどう？いいね。そのカレー美味しい？少し辛いけど美味しいよ。あ、ごめん。ティッシュ持ってる？あるよ。はい。では、この会話を詳しく見ましょう。お昼もう食べた？そのカレー美味しい？友達言葉の表現。では、一つ目の文法です。今回の日本語の勉強は、友達と使う日本語です。この話し方は、テレビや映画などでよく聞くと思います。この友達言葉は難しくて多いので、たくさん動画を見て覚えましょう。この動画では、丁寧な話し方のことを丁寧言葉、友達と話すときの言葉を友達言葉と言います。本によっては丁寧体、普通体などということもあります。友達言葉の動詞は基本的に普通形を使います。まだ普通形を勉強していない人は普通形の動画を見ましょう。動詞にはいろいろな形がありましたね。食べたは食べましたの普通形ですね。他の動詞も普通形を使うことが多いです。例えば、食べますだったら食べる。食べませんだったら食べない。食べませんでしただったら食べなかったです。他の動詞で練習しましょう。飲みますは飲む。飲みませんは飲まない。飲みましたは飲んだ。飲みませんでしたは飲まなかった。いいですね。ではもう一つ。来ますは来る。来ましたは来た。来ませんは来ない。来ませんでしたは来なかった。ではもう一つ。ありますはある。ありませんはこれはないですね。スペシャルです。ありましたはあった。ありませんでしたははい、これはなかったです。ない、なかったはスペシャルですから覚えましょう。はい、ここまでは普通形の勉強で分かっていると思います。では、今まで動詞を使った文法をたくさん勉強しましたね。例えば、質問文やませんか？てください。ないでください。てはいけません。なければなりません。ましょう。ましょうか？などですね。これも友達言葉で話すことができます。たくさんありますが、頑張って勉強しましょう。まずは質問文の作り方です。では、食べた？これを丁寧言葉で話すとどうなりますか？食べましたか？ですね。今まではかをつけて質問か答えかを分けていましたが、友達言葉では食べた？食べたという話し方で分けます。書くときははてなを最後につけて分けます。もちろんはてながある方が質問です。次に、ませんか？これは誘うときの文法でしたね。例えば、コーヒーを飲みませんか？これを友達言葉で話すと、
コーヒーを飲まない？となります。飲みませんか？これはかですから質問文ですよね。友達言葉の質問の時はハテナをつけます。飲みませんの部分を普通形の飲まないにして話すときは飲まないと言います。では、行きませんか？これを友達言葉にするとどうですか？行かないです。いいですね。では次です。てください。これは手形を使った文法でしたね。指示、お願い、おすすめの3つの意味がありました。例えば、ここに座ってください。これを友達言葉で話すと、ここに座ってとなります。くださいがなくなって動詞の手形だけになりましたね。てくださいの友達言葉は手形だけになります。では、鉛筆で書かないでください。これの友達言葉はどうでしょうか？これは鉛筆で書かないでです。くださいがなくなりましたね。では、そこで食べないでください。これの友達言葉はそこで食べないでです。いいですね。では次です。まだまだありますよ。手はいけません。これは禁止を言うときの文法でしたね。例えば、写真を撮ってはいけません。これの友達言葉は、写真を撮ってはいけないです。いけませんの普通形がいけないです。でも、もう少しカジュアルな友達言葉にすると、写真を撮っちゃいけないになります。今度は動詞の部分が変わりましたね。作り方は動詞の手形の手を取ってちゃにします。ですから食べますは食べちゃ、見ますは見ちゃになります。いけないの部分をダメと言ってもいいです。取っちゃダメ、食べちゃダメ、見ちゃダメ、このようになります。次になければなりません。これは 100% 必要ですよという時の文法でしたね。例えば、履歴書を送らなければなりません。これの友達言葉は、履歴書を送らなければならないです。なりませんの普通形はならないですから、そのまま使って送らなければならないとなります。これももう少しカジュアルな友達言葉にすることができます。もう少しカジュアルな友達言葉にすると、送らなきゃいけないです。かなり形が変わりましたね。説明します。まず、この部分は動詞の内形のいを取ってきゃをつけます。ですから、食べますは食べなきゃ、見ますは見なきゃです。そして、ならないをいけないに変えるだけです。いけないとならないはだいたい同じ意味です。そして、もっとカジュアルに話すときは、ダメを使ってもいいです。食べなきゃダメ、見なきゃダメのようになります。次に、ましょうか？これは動詞の移行形を使います。移行形の勉強がまだの人は動画を見て勉強しましょう。ましょうは一緒にしましょうと誘う時の文法でしたね。例えば、あそこでコーヒーを飲みましょう。これの友達言葉は、あそこでコーヒーを飲もうとなります。飲みますの移行形は飲もうです。この部分は移行形のまま使います。ましょうかは親切な気持ちで提案するときの文法でしたね。例えば、荷物を持ちましょうか？これは親切な気持ちで荷物を持ちますよと提案しています。これを友達言葉にすると、荷物を持とうかになります。
持ちましょうの友達言葉は持とうになります。友達言葉のルールで質問にするときはかを取ってはてなをつけます。でも、ましょうかはスペシャルです。かを取りません。ですから、荷物を持ちましょうかは荷物を持とうかとなります。では、動詞の友達言葉は多いので少しまとめます。動画を止めて復習しましょう。質問文。動詞の普通形プラスはてな。例、食べますか？食べる？ませんか？動詞の内形プラスはてな。例、食堂へ行きませんか？食堂へ行かない？てください。動詞の手形。例、窓を開けてください。窓を開けて。ないでください。くださいを取ります。例、そこに座らないでください。そこに座らないで。てはいけません。いけませんをいけないにチェンジします。もっとカジュアルに話すときは、動詞の手形から手を取って、プラスちゃ、プラスいけない、ダメ。例、そこに入ってはいけません。そこに入ってはいけない。そこに入っちゃいけない。そこに入っちゃダメ。なければなりません。なりませんをならないにチェンジします。もっとカジュアルに話すときは、動詞の内形からいを取って、プラスきゃ、プラスならない、いけない、ダメ。例、薬を飲まなければなりません。薬を飲まなければならない。薬を飲まなきゃならない。薬を飲まなきゃいけない。薬を飲まなきゃダメ。ましょう。動詞の移行形。例、一緒に行きましょう。一緒に行こう。ましょうか。動詞の移行形プラスか。例、宿題を手伝いましょうか。宿題を手伝おうか。では次の文法です。これは名詞、動詞、形容詞どれですか？そうですね。形容詞です。そして最後がいで終わっているので、い形容詞ですね。い形容詞の友達言葉は普通形を使います。ですから楽しいですは楽しい。赤かったですは赤かった。暖かくないですは暖かくない。寒くなかったですは寒くなかったとなります。シンプルですね。形容詞を使った文法も勉強しましたね。例えば、パイです。これは自分がしたいことを言うときの文法でしたね。例えば、映画を見たいです。これを友達言葉で話すと、映画を見たいとなります。たいですのですを取るだけですね。では、漫画を読みたいです。これの友達言葉は何ですか？漫画を読みたい。はい、いいですね。次に、でもいいです。これは許可をするときに使う文法でしたね。例えば、英語で書いてもいいです。これを友達言葉にすると、英語で書いてもいいとなります。たいと同じで、ですを取るだけですね。では、質問にするときはどうしますか？例えば、明日休んでもいいですか？これを友達言葉にしましょう。はい。動詞の友達言葉のルールと同じで、かではなく、はてなをつけます。明日休んでもいいとなります。では、例文で練習しましょう。
昨日の映画は面白かった。今日はステーキが食べたい。後で家へ行ってもいい？では最後に友達言葉の表現を勉強しましょう。今日の会話をもう一度見ましょう。お昼もう食べた？まだ食べてない。じゃあ一緒に食べない？いいね。どこ行く？ことやはどう？いいね。そのカレー美味しい？少し辛いけど美味しいよ。あ、ごめん。ティッシュ持ってる？あるよ。はい。ここに今まで勉強していない友達言葉の表現がたくさんありますね。一つずつ確認しましょう。これはいいえの友達言葉です。ははいです。どうはどうですか？いいねはいいですね。ごめんはすみませんです。ここにお昼とありますね。これはお昼ご飯のことです。友達言葉ではご飯を言わないことが多いです。朝ご飯だったら朝、晩ご飯だったら晩か夜ということもあります。そして皆さん、この会話文で何か気づくことがありませんか？私が今までとても大切ですよと言っていた助詞がない部分がありますね。例えば、どこ行く？これは助詞のがありませんね。そしてこのティッシュ持ってる？これも助詞のがありません。これはどこプラス行くだったら助詞は必ずになりますよね。他の助詞は入りません。そしてティッシュプラス持ってるだったら助詞は必ずになります。これも他の助詞は入りません。助詞がなくても意味がわかるものは友達言葉では助詞を取ることができます。取ることができる助詞はに、は、が、お、ですが、一つ一つ覚えるのはとても大変ですから、今は友達言葉では助詞がなくてもいい時があると覚えておきましょう。まだまだあります。この部分です。まだ食べてない。ティッシュ持ってる？本当はまだ食べていない。ティッシュ持っている？ですよね。このているの文の場合、がなくなることが多いです。飲んでいるだったら飲んでる。勉強しているだったら勉強してる。読んでいないだったら読んでない。送っていないだったら送ってないになります。もう一つはこの部分です。少し辛いけど美味しいよ。このけどは丁寧言葉でですがです。ですから難しいですが楽しいですだったら難しいけど楽しい。面白いですが大変ですだったら面白いけど大変になります。ではこの会話を丁寧言葉にすると、お昼ご飯をもう食べましたか？いいえ、食べていません。では一緒に行きませんか？はい、いいですね。どこへ行きますか？ことやはどうですか？はい、いいですね。そのカレー美味しいですか？はい、少し辛いですが美味しいです。あ、すみません。ティッシュを持っていますか？ありますよ。はい、どうぞ。どうですか？
丁寧言葉だととても簡単な会話ですね。今日は友達言葉の勉強をしました。動画がとても長くなってしまいましたが、実は友達言葉の動画は2つあります。もう一つの友達言葉の動画は、な形容詞、名詞、そして修助詞についてです。こちらも見てください。友達言葉はとても多いので、ぜひこの動画を何回も見て勉強してくださいね。それでは、さようなら。